あやなです。2018年の6月からアメリカに渡米して、今はアメリカの Pinterest という会社でアプリのコンテンツだったりとかマーケティング向けのコンテンツのローカライズを担当しています。きっかけは夫が駐在だったので、私がそれに帯同してきたっていうのがきっかけで、それが3年前でした。で、私は日本で新卒から10年ぐらい働いていた会社辞めなきゃいけないみたいな、そういうギャップは、あんまり感じずに、とりあえず休職したらいいかなっていう状態でアメリカの生活スタートさせたっていう感じ。絶対就職したいって思ってて、もともと自分の父親が海外営業をやってて、シンガポールに過去小さい時に住んだことがあったりとかしたので、いつか海外で仕事したいなっていうところで駐在に帯同するっていう機会は、もう私にとってはもう思っても見ないチャンスみたいな感じで、なので一応その休職っていう形は取ったんですけど、その間にちょっと就職活動をして、就職できればこっちで働きたいなっていう思いでスタートしました。なのですごい覚えてるのが、飛行機の中でここで絶対私は頑張るみたいなこと書いて、なんか決意表明じゃないんですけどね、きっとそんな簡単にはうまくいかないと思うんですけど、自分がこう納得できる状態になったらいいなっていう思いを持ってこっちに来たみたいなところがありました。キャリアを中断するっていう風に捉えるんじゃなくて、どっちかというともうこのチャンスを絶対に利用してみたいなチャンス絶対逃したくないなっていう思いもあってスタートしたんですけど、やっぱり結構大変で、そのゼロベースで生活を始めるっていう大変さはやっぱり想像以上だったので、なかなかその思いをもってしてもこうへこんだりしましたし、大変だったかなとは思います。英語の言語は不安はありましたか？さっきちらって言った通り、中学ぐらいの時に一回シンガポールに住んでたので、その全くもって英語が初心者だったかっていうとそうではなくて、ある程度、日常生活はコミュニケーションが取れるレベル、ちょっとしたこうベースがあるっていうのは大きな力にはなったかなと思います。でもやっぱりそのネイティブレベルでもないし、胸を張ってビジネスレベルで 100% 分かりますっていう状態でもないので、そうですね、スタートベースとしては、ある程度コミュニケーションが取れる状態では、あったって感じですかね。私の場合は自分が10年間その日本でやってきたことから、もう全然変えたいっていうのがあって、航空会社で10年間働いていて、で航空会社って業界自体がすごく特殊なのと、飛行機がオンタイム時間通りに飛ぶかどうかっていう、その会社の成績を上げるっていう分析兼企画みたいなのをやってたんですけど、そこで区切りをつけて、じゃあ新しいことをアメリカで始めたいってなった時に、いや強みないぞみたいな感じで、何を自分の売りにしてキャリアスタートさせればいいのかっていうのが全然分かんなかったんですよね。精鋭たちが集まるこのエリアではやっていけないぞってなって、もうとにかくリンクトインの、検索画面でジャパニーズっていうのを検索かけて、ずっと都度仕事を探していたっていう感じなんですよね。かつ私結構1年半ぐらい専業主婦をやってた期間があって、もうその時はもう何でも目についてやりたいって思ったものはやっていこうっていう。でその中で一つたまたまやっていたのが日本向けのネット通販、バイマなんですけど、それを一つやっていた中で、日本のお客さん向けのそのウェブコンテンツの作成、ライティングだったりとか、その日本向けの今流行ってるトレンドみたいなところをそのリサーチするっていう経験をちょっと積んでいたっていうところがあって、で
でそこでたまたま日本向けのコンテンツをローカライズするっていう仕事があって、いやこれなら今まさにそういうことをやってるし絶対アピールできるみたいな、そこから一直線でもうオポチュニティにしがみつきたいみたいな感じで最終的に日本向けのコンテンツをローカライズするっていう仕事にたどり着いたっていう、かなり長いプロセスだったけれども、はい、気持ちのねアップダウン多分あったと思うんですけど、でもやっぱり最初に決めた私はやるんだっていう何か自分でこう納得できるような結果っていうのを求めて行動されたってことですね。なんか決まるかわからないのに向かい続けるっていうのは結構やっぱタフだったなとは思っていて、頑張ることを応援する人も自分しかいないっていう感じだったので、もう誰よりも自分を信じて応援し続けるっていうその作業がすごい大切だったかな。本当にね自分との戦いなんですよね。諦めちゃうともうそこで終わっちゃうから、自分で自分の可能性潰しちゃいけないなってすごい思って、ね、自分で自分をこうプッシュしていくっていうのはすごく大切だなっていうのをこう学んだ期間だったかなって思いますね。アメリカの職場に入ってみると働き方とか考え方とか、その職場の文化とか、ね、物事の進み方とかがもう全然やっぱり日本と違うので、それをこう体験できたのがすごい私にとって今財産かなって思っていて、常にいやパフォーマンスっていうわけでもなくて、ちゃんとやっぱり頑張った後にはしっかり休むことも必要だよねっていう、そういうバランスを強要してくれる文化だったりとか、それがこう日本ではなかなかなかった概念だったので、それが学べたことがすごく大きかったなって思ってるの。そうですね、難しかったことといえばもうコミュニケーションに尽きるかなっていう感じで、アメリカの会社で初めて働くのでコミュニケーションのスピードも尋常じゃなく速いというか、業務の中ではやっぱりやる内容とか話すトピックとかがすごい分かってるので、ちょっとキャッチアップできない内容があっても、全く問題ないかなくらいだったんですけど、やっぱランチタイムのコミュニケーションがどうしてもう10人ぐらいでこう長テーブルで座ってもうあっちの方で話してる内容とかだとギリ何の話してるかぐらい分かるぐらいって感じで、愛想笑いしかできないかなぐらいみたいな時もあったりとかして、英語のコミュニケーションはちょっと苦労したところかなっていう、ただその業務で言うとやっぱり日本人がベースで出してくるパフォーマンスって結構高いと思ってて、日本人として習慣化してしまっているので、なのでなんか自分が当たり前かなって思ってやってるパフォーマンスが結構相手からするとすごいやってくれてるねっていう印象に受けることが多いなと私は思ってるので、その業務に関して言えば日本人としてこうバックグラウンドがある人にとってはあまり心配しなくても求められるパフォーマンス以上のものを出せるような力がこう日本人にはあるんじゃないかなってすごい思ってます。アメリカはポジティブなフィードバックをする文化っていうのもあると思うんですけど、でもいつも本当にこう信頼できるようなパフォーマンス出してくれてありがとうとかっていうことをすごい言われるので、最初始める時って私の仕事って日本スタイルしか知らないけどどうかなとかって思ってたんですけど、そこは全く問題なかったんじゃないかなっていうふうに思います。もしこの動画を見てくださってる人の中でアメリカでとか他の国で仕事したいけど本当に糸口がわからないみたいな人にとって私がやっているローカライズっていう仕事、スタートのきっかけとしていい選択肢なんじゃないかなとすごく思っていて、インターナショナルチームで働いているので半分ぐらいがアメリカ国籍以外の人、みんなのこう経歴を見てみると自分のバックグラウンドの言語とか文化を生かして新しい業界に入ってる人っていうのすごい多くて、きっかけをそこのローカライズところで始めながら、その間に自分で勉強したりとかしてこう自分が求めるステップ
にちょっとずつ近づけてってる人っていうのたくさんいるので、ちょっと業界変えたりとか糸口わからなくてちょっとそのきっかけ探してるっていう人にはこのローカライズいいんじゃないかなと思っているので、ぜひおすすめしたいと思います、これから日本にもう2週間後に帰国するんですけど、新たに自分の日本でのキャリアをスタートさせるように今準備中で、同じような仕事を見つけていけたらいいなっていうふうに思っていて、で今インスタでこのアメリカの生活の中で見てきた新しい考え方だったりとか発見をいろいろ発信して、日本にいると考えがやっぱり固執してしまいがちだったりとかするので、そういう考え方を引き続き届けるっていうことはしていきたいなっていうふうに思ってます。一つ自分が立てた目標を達成する経験は、これからの生活していく上で何でもできるみたいな自信につながったんじゃないかなって聞いてて思ったんですけど、やっぱり諦めなければある程度自分が納得するところにたどり着くものだっていうのをすごく目の当たりにしたので、すごく今後の自分の経験にとってもためになるかなと思ってて、キャリアをこのアメリカで歩んでいる途中で帰らなくてはならないっていう環境ではあるんですけど、でもちょっと落ち込む気持ちも最初はちょっとあったりとかしたんですけど、でも日本では日本で新しい経験が積めるはずだと思っているし、簡単ではないと思うんですけど、最終的にはやっぱ良かったなって思えるような状態にきっとなるでしょうっていうふうに思ってはいるので、引き続きそういう自分を信じるスタイルで進んでいけたらいいなっていうふうに思います。